こんにちは、パパ太郎です。本日はフェレットって本当に臭い、実際に飼って分かった匂いの正体と対策についてお伝えいたします。フェレットを検討している方は実際どれくらい匂うのか、すでに飼っている方は匂いを改善できないか、そういった悩みをお持ちの方向けの動画です。今回はフェレットの匂いについて細かいところまで詳しくお話しいたします。先に僕の考える結論からお伝えすると、掃除をしていても部屋が臭くなる一番の原因は空気がうまく流れていないからです。目次です。1、フェレットの匂いは何由来なのか。2、ムスクっぽい匂いとは何か。3、臭洗除去されていても匂う理由。4、実際の生活でどう感じるか。5、実際の対策。6、まとめ。よければ最後までご覧ください。では、フェレットの匂いの由来についてお話しいたします。前提として、フェレットの匂いは大きく分けると2種類です。一つは普段からある体臭。もう一つは場面によって強く出る分泌臭です。普段の体臭の中心は皮脂腺です。皮脂が皮毛に乗ることで、フェレット特有のムスクっぽい匂いになります。一方で、分泌臭の中心となるのが臭腺です。臭腺は肛門の左右にある袋で強い匂いの分泌物を出します。排便の前後や驚いたとき、強いストレスがかかったときに出やすいです。皮脂腺も臭腺も同じ系統の匂いですが、普段の体臭として感じるのが皮脂腺由来で、排便時や驚いた時により強い匂いとして感じやすいのが臭腺由来です。つまり、フェレットの匂いは皮脂腺由来の体臭、臭腺由来の分泌臭、こちらに分けて考えてください。続いて、ムスクっぽい匂いとは何かについてお話しします。よくフェレットはムスクっぽい匂いがすると言われます。このムスクっぽいというのは香水みたいな意味ではなくて、少し獣っぽくて温かさがあってわずかに油っぽさも感じる動物臭のことを言います。簡単に言うと、獣臭のことです。フェレットの匂いの土台になっているのは先ほどお話しした皮脂由来の体臭です。香水や柔軟剤でよくあるホワイトムスクとは全くの別物です。そもそもムスクという言葉は本来はジャコウジカの分泌物の香りを指しています。端的に言うと濃くて重くて動物っぽい独特の香りだと思ってください。ただ今の香水で使われるムスクはほとんどが合成ムスクです。ホワイトムスクはその合成ムスクをベースにした清潔感があって柔らかくて少し甘く石鹸のように整えられた香りです。一方でこの動画で言っているフェレットのムスクっぽい匂いというのは皮脂腺由来の動物そのものの体臭のことを言っています。ホワイトムスクみたいな万人向けのいい香りではないことにご注意ください。次に、臭腺除去されていても匂う理由についてお話しします。よくある誤解が、臭腺を取ってあるのなら匂わないのではないかというものです。前提として、一般的に販売されているフェレットの中には、臭腺が除去された個体が多いです。なので、ペットとして迎える段階ですでに臭腺除去済みの子に当たることっていうのは珍しいことではありません。さらに、皮脂の匂いはホルモンの影響を受けるので、発情期には強くなりやすいです。避妊や去勢の手術を受けた個体は発情期がなくなるので、
皮脂の匂いもかなり抑えられます。結果的に、現在飼育されているフェレットの多くは、臭染除去と避妊去勢がされているため、強い匂いはかなり抑えられています。その一方で、残った皮脂腺由来の匂いが主な原因となっております。この匂いがハンモックなどの布につき、その部屋や空間の空気が対流することで匂いがこもってしまいます。これが普段の生活の中で感じる匂いの主な原因です。以上のことから、人が部屋で感じる匂いっていうのは、フェレット本体の皮脂の匂い、布類や床材についた皮脂の匂い、その匂いが乗った空気のこもり、この3つが重なって決まってきます。ここからは実際の生活でどう感じるかについてお話しします。正直に言うと、普段の生活の中で常に強い匂いを感じるというわけではありません。ただ、何もしないとやっぱり匂いは溜まります。例えば、1週間以上洗っていない布団や、消臭していない絨毯はかなりフェレット臭が残ります。普段は慣れもありますし、空気も動いているので、そこまで気にならなくても、布に染みついた匂いを改めて感じると、やっぱり独特の獣臭はあります。実際、ママ太郎が1週間ほど不在だった時に、掃除や洗濯をできなかったことがあったんですが、その時は部屋に獣臭が結構充満しました。その経験があったので、やっぱりフェレット自体が匂うというよりは、日々のお掃除や洗濯でかなり抑えられているんだなと実感をしました。なので、普段そこまで気にならないからといって匂いはないわけではないんです。掃除や洗濯をやめると一気に存在感が出る匂いだと思っています。では次に実際の対策についてお話しします。我が家で行っている対策の軸は3つです。トイレ管理、布類の管理、空気管理。この3つです。1つ目はトイレです。排便周りの匂いはどうしても印象に出やすいので、トイレは毎日交換が必須です。時にはペットシーツなども使用しています。予期せぬ場所でされてしまった場合は、次亜塩素酸系のものなどで匂いが残らないようにきれいに拭き取ります。ただ、一般的なものだとフェレットが舐めてしまう心配もあるので、うちでは影響の少ないタイプのものを使っています。ケージのトイレは1日最低1回、その他は基本すぐ処理となります。でも、たまにカピカピになった物体を発見したりすることもあります。その時はすぐママ太郎に報告をして処理をしてもらいます。ママ太郎に感謝です。次に布類や床周りの管理です。皮脂や抜け毛は寝床のハンモックや布団、絨毯に残りやすいです。なので1週間ぐらいを目安にこまめな洗濯や掃除機、消臭スプレーで対応しています。以前、絨毯を洗濯機に入れて破ってしまってからは、絨毯は基本的に掃除機と消臭スプレー、数ヶ月に1回ぐらい庭で手洗いをしています。洗濯機が壊れなくて本当に良かったです。布団も匂いがつきやすいので、よく寝るベッドシーツやカバー、毛布は週1回から2回くらいでこまめに変えて洗濯しています。床はほとんどがタイルなので、掃除機はほぼ毎日、たまにクイックルワイパーのようなもので拭き掃除をしています。毎日のお掃除とお洗濯、ママ太郎に感謝です。そして最後が空気を止めないこと。最初は空気清浄機1台だけを使っていたんですが、畳数が小さいタイプだったので、リビング用にもう1台追加しました。もともと使っていたものは寝室に置いてあります。それに加えて、エアコンも基本的に常時運転です。本来エアコンは室温管理のためですが、空気が動き続けることに加えて、
エアコンに消臭機能もついているので、結果的に消臭に役立っています。さらに家の換気システムや空気清浄システムも常時回っています。最近のお家はこういった換気システムが標準で組み込まれていることも多くて、全館空調の家もあります。家全体がシステムによって空気が流れているため、匂いが滞留しにくい環境になっています。ですから、うちで匂いが抑えられているのは空気清浄機だけではなくて、エアコンと家全体の換気システム、空気清浄システムも含めて空気が常時動き続けているからだと思っています。暖かい時期は窓を開けるのも一つなんですが、蚊の被害やフィラリアがどうしても怖いので、時期によっては極力窓は開けないようにしています。加えてもう一点、耳掃除も対策の一つです。フェレットは耳垢が溜まりやすく、放置すると匂いの原因となることがあります。定期的に掃除をして汚れをためないことが大事です。うちではだいたい2週間に1回ぐらいのペースで行っています。そして真っ黒な耳垢や強い悪臭がある場合は、耳ダニや外耳炎も疑った方がいいです。耳の匂いが強いときは、体臭とは別の原因が隠れていることがありますので、心配な場合は一度病院へ連れて行くことをお勧めします。レイ君も耳が臭くて一度病院で薬を出してもらったことがあります。最後にまとめです。フェレットの匂いは皮脂腺由来の普段のムスク臭と、臭腺由来で場面によって強く出る分泌臭、この2つに分けて考えてください。そして一般的に販売されている個体は臭腺の除去や避妊、去勢、こちらが済んでいることが多いので、一昔前のイメージよりは強い匂いがかなり抑えられています。ただ、それでも皮脂腺由来の体臭は残ります。人が部屋で気になる匂いは、フェレットの本体の皮脂の匂い、布類や床材についた皮脂の匂い、その匂いが乗った空気のこもり、この3つを中心に考えた方がわかりやすいです。うちでは空気清浄機2台、エアコン常時運転、家の換気と空気清浄システム、この環境のおかげでかなり匂いがこもりにくい状態を作れています。そういう環境まで含めて整えると、匂いはかなり軽減されます。ご参考になれば幸いです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。パパ太郎でした。